あーやばいわ。テフ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 。泣くようにも自分のことばっかすんなって。手足手足。ジェット機みたいな。ちょっと待って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 。ちょっと待って一気に怖くなった。そうよ。お待たせしました。算数数学のお時間でございます。DX 進学力テスト恒例問題でございます。九九の7の段をすべて書きなさい。カモン。イージー問題すぎるわ。小学校2年生でなるないですからねこれね。そうです。はい。果たしてこの男は正解できたのでしょうか。九九の8の段をすべて書きなさい。これ皆さんできましたか。はいはいはい。できました。あれガチでマジでやってる。怖い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 。2324。23来ました。九九の今回9の段をすべて答えてください。やった。これどこ間違ってるっすか。なる思ったよりいけてた。去年よりは成長してるかもしれない。で丁寧にちゃんとやったんですよ。果たしてこの男は正解できたのでしょうか。大将の回答を見てみましょう。こちら。7、1が7、7、24、7、3、21、7、28、7、5、35、7、6、43、7が抜けて、7、8、57、なんで7ないねん。7、9、65ということで、成長は見られましたか。いやこれやっぱもうこれねもう分かったんよ。もう掛け算とやっぱ対峙すると焦る。すごいこの瞬間で熱くて体が一気に体調がぐんとちょっと悪くなっちゃった。そう掛け算来るとちょっとやっぱダウンになっちゃうんや。なるほど。の裏でもう一人やらかしておりました。待って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 、一気に怖くなった。嘘よ。怖いよ。裏でもう一人やらかしていたのはこの方です。バン。バン。翔太郎。九九の7の段をすべて書きなさい。何が起きた何が起きた。九九の7の段なんですけど、九九の9に引っ張られて翔太郎9の段書いてます。そして9の段全問正解してました。よっしゃじゃないよ。マジかよ。はい、これはね、やってしまった。もうさここで間違えたらこうなるって分かってんねんからさ要注意しろよここは。じゃあちょっと次のページ行きましょうかね。続いての問題はこちら。次の問題答えなさい。1500円の商品が 20% 引きからさらに 10% 引きになりました。最終的な金額いくらでしょう。こちらあゆたくん正解していました。はい。ちょっとせっかくなんで先生僕解説もしてもらおうかなと。いやいやちょっとわかんないですよ。解説して合ってますよ。自信持って。はいそうですね。まず1500円から 20% 引きということで僕はかける 0.2 をしました。はい。で、それだと300という答えが出ますね。で300円引きということで1200円になるじゃないですか。でさらに 10% ということでかける 0.1、1200にかける 0.1 をしました。そしたら120円ということで1200円から120円を引いて1080円ということで。正解。素晴らしい。頭いい。素晴らしい。いや合ってると思わなかったね。そうまあ普段買い物とかやっぱしてるから。買い物してたらね。何パー引きとか結構敏感なんで。敏感なんで。ありがとうございます。嬉しい。続いてなんですけども、こちらも結構学力テストだと恒例問題になってきております。続いての問題こちら。展開図ね。はい、展開図を書きなさい。いやこれ展開図できるわけないやろ。展開できないですこれ。12面体でございます。五角形が12個つながっているものなんですけども、頑張ったなこれ。正解者いらっしゃいました。正解者はケント講師でございます。えぐっ。なんでできるの。これかけんのやばいね。俺もうめっちゃ頑張ったよ。もうめちゃくちゃ長く書いてる。これわけわかんないもん。すごいね。採点基準としては五角形が12面あればもうほぼ正解ということなんで、もしかしたらこうちゃんと五角形12個書いてれば書いたよ。あそういうことが正解になってたかもしれない。太郎五角形11個しかない。1個だけ。確認したのに。ということでみんなの回答を見てみましょうかね。全部繋がっちゃってるよ。皆さんの回答がこちらです。書いたよ。誰化石ホリダーみたいな人です。
誰すごいね、画面いっぱいに書いてくれてますね。いやもういやーマジむずいよこれ。やらかしたわかんないってちゃんと12個は数えたからね一応。落ち着いて書けばもしかしたら。これもう一個やっとけばよかったもう一個つけとけばな。そういうことかはいちょっと諦めちゃったな数学も以上となります。と俺数学全部追ってるわ。やば。これさコンパスのやつこれどういうことですか僕も分かんなかった確かにせっかくなんじゃケンちゃん解説これどうやってるか。そうですね。一旦 A を支点にやって半円を書きます。書きました。これ谷口やで B から A のやつももう一回やります。で2つ上下に重なる点があるからそこからまっすぐ線をビッて引いたらこれは分からんこれ難しいっすねということで数学全問正やばい解ミスが多いよは更新とケンでございました。はいすごいわ。すごい理系出た理系。系がね。うわー体育系やからな分かるよ分からんわ気づけばもう後半戦にね差し掛かって。やばいもう終わっちゃうよ。っていいよねまず一番最初の問題がこちら。次の名称を答えなさい。太陽系の星のね名前を答える問題でございました。覚え方もありますよねこれ。ありますね。そうなんだ。覚え方なんだありますあ水金地下木土天海。そうです。こうこれ太陽に近いとこから水金地下木土天海。海っていう覚え方があるんですけど。水星金星地球火星木星土星天王星海王星。そうということで正解は火星と土星が正解でございました。火星か水あの金並びで土星ないでしょ絶対。いやあるだろないやろ。これはねちょっといや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 なかなかスタイリッシュな間違え方をしていらっしゃる方がいらっしゃいました。あゆたの回答を見てみましょう。いや土これ星はもと空王星。かっけういやもうなんか天空海みたいなその。なるほど、その後の読み取ってね。そうそうそう。ええやん空王星いいかっこよくね。これにするこれにしようよこれにしよう変えちゃう正解はね世の中の土星いいっす。宇宙スケールのことをここで決められないから。空王星ですよ。空王星はないです。土星でございます。輪っかがあるやつがね土星ですね。いやはー土星ね土星でございま覚えました。した。じゃあ続いての問題いきましょう。続いてこちら。これ難かった次の場所の空欄を埋めなさい。これ丸1番ですね。筋肉の両端の骨に結びこれついてる。みんな漢字ミス通ってくるこの問題これ生物ですよね。なんとケンちゃん正解してました。こちらはじゃあ答えを教えてください。はい僕の名前ケンです。あー剣習ったわ剣って言うわ。だからアキレス腱ケンというらしいです。ケンこちらケンちゃんのみ正解でございました。剣だから剣ですね素晴らしい。まずナルの回答を見てみましょう。ナルの回答こちら。付け根。ワンチャンあるかあーなありそう間違ってはないかもだけど。付け根ね。残念ながら違いました。付け根ってどこのこと言うっけなんかのこう根元というか。根元か続いて太一くんの回答を見てみましょう。太一くんごめんなさいこちら。肩。怖っ。いやーもう冷静に考えたら分かるよねこれわかるんねですよね。焦ってまうなこれ。分からんかった焦るとね、肩という違うの外側の部分を分かってんの答えてましたけど残念ながら不正解でございました。さあじゃあ続いての問題いきましょう。はい続いてこちら。はい。来た次のちょっとケアレスミス。はい、物質の状態変化における空欄部分のイラストと名称を書きなさい。まず回答を見てみましょう。回答がこちらです。はい、気体が正解でした。液体、固体、気体がね。翔太郎君の回答です。回答はこちら。名称。すごい。氷の法則。氷の法則。なんかこれ逆さまにされてる人間が髪の毛に見えてきたね。なんかすごいねこれなんかね、落ちてきてるみたいなほらほら。どうしたほらほら。続いての問題こちらです。薬品の匂いを嗅ぐときどのように嗅ぐのが正しいか答えなさい。どのようにみんなで実際に一回やってみましょう。もうこれ書いたやつでいい？書いたやつで大丈夫です。はい。嗅ぎますせーの。嗅ぎますせーの。太一くん、これはどうやってます？回しながら書く回しながら嗅ぐ。危な。ここマナーチェックの時間じゃないですよ。確かに。あそうねワインやってました。ワインが残ってるかもしれないですけど。これこれ適度な距離を保って嗅ぐって書いてあるなるほどあー危ないからってことかでもね匂い届かんかったらねこうやるんだ。そうね。
じゃあ続いていきましょう。こちらです。来たよ。絵の問題でございます。これどうなんやろ。下記の動物の成長過程を描きなさい。みんなわかりましたかね。何に成長するかそもそも。分かったよ。わかりました。なんだっけこれ蝶々。書いたっす僕は。なるほど。蝶々。蝶々。なんかトンボとかそっち系。正解です。正正解トンボでございます。トンボなんや。ちょっとこれ一回さらっと一人ずつ見ていきましょう。そうね。寺尾ね。寺尾がトンボと書いてますね。可愛い。可愛いに書いてい可愛いました。さあじゃあ続いて太郎の回答です。うわー、なんか上ジェット機みたいな。進化したこれ弁解のやつあったよ。これ蝶々じゃなくて。いけたね。後に聞けば。これ下も気になるっすね。これ下僕的に。何ですか。メダカ？あ、メダカかこれ。目なるほどね。ヘアクリップみたいなちょ感じ。っと上で書くのしんどくなって下手抜きになってるやん。時間かけすぎた上にね。時間かけすぎちゃったやりすぎた。太一くん見てみましょうね。太一くん。太一もなんかすごい。なんかこれもジェット機みたいなやつ。これ飛んでる。なんでそんなジェット機みたいな書くの。やっぱちょっと思考回路似てんのかなそこの二人は。結構カエル好きやけどな。このカエルすぎて。普通に可愛い。可愛い。目でか。目でかいね。続いてあやた見てみましょう。あやたこちらです。あやたこれなんだと思う。上は僕も蝶々だと思いました。あ蝶々。あ、しかもこれ1個でいいんですね。なんかもう中間も書いてしまった。ちょっとうねってなってるね。こうなってからこうなるんだ。あれもね入れてね。あ、ケンちゃん上手ですね。うまいの。ちゃんと全体もかけて。下の回路おもろ。ちょっと猫背。でもすごいわ。なんか特徴うまいわ。うまい。巻物のうまい表情に出てくるような。最後ナルの回答を見てみましょう。ナルの回答こちら。なんだ。上は下でしょう。下はこれはカエルっすね。ゲコゲコって言ってるんで。本当にあ、でもゲコゲコなかったらちょっと怪しかったなこれ。いやマジで。セミとかにも見える。カエルってどんなビジュアルやったっけ？お目目が耳があるんか。耳なんあれ。耳じゃなくて。アイキャッチ。さあということでラストでございます。いやラストか。さあじゃあ最初の問題いきましょう。こちらです。人類初の有人宇宙飛行に成功したガガーリンこれがさ宇宙から見た地球について述べた言葉。なんとなく聞いたことあるんやろうけどね。あったことあケンちゃん答えをお願いします。はい、地球は青かった。正解でございます。る。そっちか。はい。そうよくある間違いをしていた方が結構いらっしゃいました。なるくんから。いやマジでなるも青かったか。もう一つ二択で丸かった。これマジでミスった。いや青かったよな。ね。そう青かったんですよ。そう。じゃああゆたははい。すげえ青くて丸い。これダメだ。確かに。まあ名言はこう言ってるってあ、やつだそういうからね。こと正解があるのこれ。そうあ、そういうこと。言い回し的にはこっちの方がワンチャン近かったかも。すげえ青くて丸い。絶対言ってたから。言ってる。このガガーリンさん。けれどこれは残念ながら太一くんもね。お、太一はそうですね。まあ同じっすね。地球は丸い。丸い方いっちゃった。そっち行っちゃった丸いか。方にね。はい行っちゃいました。太郎ちゃんなんて書きました？丸いねって書いてきまあ、やっぱ丸い方。す。やっぱ丸が強いんやな。まあでもやつとしてもそんな冷静じゃないよ。でどっちかっていうとあゆた側やな。そうだね。そうだね。すげえの感じかもしれないですけど。じゃあ続いての問題いってみましょう。はい。地球の海は大きく分けて3太陽がある。太平洋とあと2つ何か答えなさい。これ皆さん分かりましたかね？これは大西洋インド洋。正解でございます。インド洋太ね。平洋、聞いたことあ大西るな洋、インド洋が正解。聞いたことあるこれ中学生の時やったよ。やったね。ガチで一人分からなそうな回答をしてらっしゃる方がいらっしゃいまして、こちらです。ごめん、マジで分からん。ほんまに思いつかん。ほんまに思いつかん。つかん収めろじゃあ。ほんまに重い。こればっかりは本当にごめんなさいっていう。ちょっと無理やもう無理やった。こればっかりは出てこなかった。もうこれもう両手上げてお手上げ。お手上げだったか。お手上げ問題や。ちなみに大西洋の太はですね、太平洋みたいに太いじゃなくて大きいの方っていうそう漢字ミスもそう気をつけないとね。点つかないんだ。そう。太平洋はこう真ん中にオーストラリアがあるからこう点をつけて、うわ太平洋はないからで覚えると覚えやすいかもしれません。続いての問題いきましょう。こちらです。はい。これほんまに。マジ意味わかんこれない。わかんない。平成時代のなんでこれをテストで出すの。この時代生きてないって。残念ながらこちら皆さん不正解でございました。いやマジ気になる正解。難しいね。
もうシンプルっす。石おる。石井オール。ああそういうこと石井オールああなるほどね。石井オール。石井オールああなるほど確かなるほに。石井くんおるみたそいうな。友達でいたのかあーな。ね石井オール。そういうことか続いてあゆた。はいいいよ撮ろう。なんか多分写真撮ろうって言われてそれの返信からいいよ撮ろう10をとで。でしょもう正解でも正解でもいいぐらい。ねいいよねこれ正解やろ。それでもしっくりきます。ねじゃあいいよ撮ろうはどうやってやるんだろうね数字で確かにそれはあんまこれで言わないんじゃない？いいよ撮ろうなるほどねいいよ撮ろういやー分かんなかったじゃあ続いて大志くん。これ上の参考全然見てなくて、もうなんとなくできました。待っててね。どこに待ってればいい？難しかったですね。か。タロちゃんなんて書きましたか。石井オーロロ。収まってない。ちょっとさ出てない。石井オーロロ。でも石井はなんかなるくんと同じやつだから安心した。ケンちゃんこれなんて。これ石拾うって。石風味の日ね。でも坊ちゃん出てきちゃったんだけどさ。石拾う。残念です僕はですね10を10をとと読みまして、こういいよトム読みました。トムねおい、固有名詞出すなよ。トム限定やんけトム限定やんけ。それ言ったら石井もそうか。正解がこちらにございます。まず最初の1をアルファベットの I に見立ててます。I 4が C、10が10から手、6が6からルということで愛してるが正解でございました。これはむずいよ。ブレーキランプ5回かもしれないですけど。これじゃあニコにちょっとコミューンで言ってみるか。確かに。 146。確かにね。成績発表に移りたいと思います。あーやばいわ。これやばいね。進学できるかな。これワンチャンさ赤点だった場合留年生もいる可能性ある。赤点ライン何点にする？15点以下。 15点以下が赤点。15点以下ね。オッケーオッケ結構高ない。もう一回3年生だよいきましょうか。もう一回すでにですねこの手元に皆さんの結果がございます。怖いまず例のごとく寺尾先生の参考得点発表したいと思います。45点でございました。いったガリガリ君だけやすごい頭良すぎすごいすごいすごい。完璧やん。校長先生に行こさあということでここからですよ本題は。はい。まず真ん中3位からいきましょう。3位得点は22点。おお赤点ではないですねはい大丈夫だ赤点分かりました。進学できますね。第3位は福田あゆたくんで俺かずっと3位だよもうなんかそうかなと思ったずっと3位です僕はもうでもおめでとうございます。赤点が回避でございます。いやでも上がったねう。いやってことは卒業卒業ですよね。卒業できます。うわ続いて第2位の発表です。ここら辺で来てほしいもう。第2位は50点中33点取れてます。だいぶ開くねだいぶすごい。第2位は平本健くんです。だいぶすっげえ算数と理科がねやっぱ安定して取れる。社会もちゃんと取れてたりします。ちなみにケン君第1回が28点で第2回ちょっと23点下がっちゃったんですけど、はいまさかの10点伸び33点すごいすごい大正解でございます。やった。ということであと残っているのは3人と。さすがにこれやろ。さすがにね1位あるよ全然1位あるよな。 1位あるよ一応あるよ。まだ発表されてないから発表されてないんで。よっしゃいけるぞじゃあそうですね。まだ可能性はあるから。可能性あるということで絶対1位やこれは。まずその1位からいきましょうか。だって全部書いたもん。 1位は50点満点中38点でございます。おまあ結構取ったね。第1位はカモンカモン。大久保なるくんです。いやでもいらーいいねいいね。さすがだね。次からなる先生になるかもしれない。じゃあ校長先生講師でなるいいですか。なる担任で准教授でありがとうございます。いけるかもしれない。おめでとうございます。すごいはい生徒会長ありがとうございました。
さあまあということでここまではなんとなく分かっていましたと。そうですね。はいこっからがここからが本番です皆さん。ここがメインですねお待たせいたしました。残る2人。ちなみに先に聞いておきましょう。どっちが上だと思います？はい僕です。自分が上だという自信がある。結構ガチでマジでわからんなこれ。わかんないね。では最後は5位で最下位発表ね。最下位を発表したいと思います。喜んじゃダメよ呼ばれた方。第5位は谷口太一。ということで翔太郎4位おめでとう。谷口太一。やったー。ちなみに点数はちなみに点数太一くん5点そして翔太郎が赤点回避できたか。翔太郎の点数はさすがにゲットしよう。卒業か9点でございます。ああダメです。赤点ですね。余裕で当たるお二人おめでとうございます。仲良く留年でございますまあまあ仲良くなろうよ。この3年の戦いは翔太郎の勝利で幕を閉じました。ありがとうございます。でもこれ留年ってことはまたあるやんなこの2人。確かにこれじゃあいいっすか。はい何今回みんなノーベンやったじゃないですか。もしできるなら次回できるならここ2人で期間を設けてもらってガチ勉強してちょっとテストするとかっていうのどうですか。やるのこれ。見守りたい。2人だけでも猛勉強してもらって。1週間ぐらい猛勉強してくる。はいはいはいで次回やる。改めて受ける。そうどうですか。ありじゃないですか。あでも面白そうだねこれ。これで福田君道徳どうなんですか。いやわかんない。この道徳問題どうなん。道徳留学する。いや勉強できてもね一番大事なとこですからね道徳が。道徳で留年や。今後じゃあ先生今が後そうねこの見ていただいて。道徳テストをねもしかしたら道徳いけてなかったらこの2人のやつにちょこっているかもしれない。確かにいいかも。まあそこの戦いも見ものですけども、今回は堂々と胸を張って言えます。次回リベンジでお会いしましょう。以上 DXT 春の学力テストでした。バイバイ。先生からなんか一言あるらしいです。あんまなめんない。次回頑張ります。でさ、期待してる。新規できてないから。